ここが好きだよ日本人へようこそ。日本とアメリカで共通して人気のあるスポーツは？そう問われて答えに困る人はいないでしょう。そう、野球です。日米のプロ野球は世界で1、2を争う高いレベルのプレーパフォーマンスで知られています。今でこそ日本人選手がメジャーリーグで活躍する姿は珍しくないですが、投手として野茂選手が活躍するまで日本人がメジャーでプレーすることなど全くの夢物語だったのです。野茂選手が注目された時も、投手としてなら日本人もありかという見方が当たり前。パワーが必要な打者となると誰も本気で考えることはありませんでした。その常識をいとも簡単に覆したのがあのイチロー選手でした。今回はイチロー選手を通して日本の凄さを知ったというアメリカ人 YouTuber を紹介しましょう。僕はアメリカ・シアトルに住む大学生のジョージ。スポーツ好きの27歳だ。コロナショックで海外に行けないのがほんとストレスなのは日本の君たちも同じだろうね。今はインターネットのおかげで家にいながら海外の情報を目にすることができる。だから僕はもう毎日 YouTube 動画生活さ。おかげでストレスなし。YouTube 見るぐらいなら誰だってやってるだろうって？そりゃそうだよね。でも僕の場合は見る方ではなく投稿なんだ。調べて書いて喋って編集してと、それはもう忙しい毎日さ。それもある一人の日本人だけを取り上げてそれに集中してやってるんだ。誰かって？ここはシアトル。そういえばもうわかるだろ。僕がとにかく惚れ込んで毎日のように YouTube にアップしている日本人。それは日本でも超有名な野球人、イチロー選手さ。僕が YouTuber になったのもイチロー選手の大活躍を記録に残そうとしたのがきっかけなんだ。そしてイチローのおかげで僕は日本の野球文化、ひいては日本そのものに興味を持つことになったんだ。イチロー選手がメジャーリーガーとしてシアトルマリナーズに来た時、僕はちょうど小学校に入った年、同時に野球を始めた時だった。後で聞いた話だけど、相当に野球好きだった父でもその時のイチロー選手入団には何の興味もなかったそうだよ。今では頭かきながらすまなそうに口にするけれどね。誰がその後のイチロー選手の活躍を想像できたと思う？活躍すると知っていたのはおそらくイチロー選手本人だけだったんじゃないか。自分一人でもそう思い続けたイチロー。やっぱりイチローはすごいよ。アメリカ人はとにかくでかいものが好きなんだ。強く大きいものを手放しで称賛するっていう子供のようなところがあるね。逆に小さいやつ、弱いやつには頭からバカにしてかかるのがアメリカ人さ。そういう国に来たイチロー。いくら日本で活躍したからといっても、その小枝のような細い体つきを見るだけでアメリカ人は誰も期待などしていなかったんだよ。まあ盗塁だけは実績残すだろうから、ピンチランナーぐらいだろうといった意見が大半だったんだぜ。だからイチローの3年で20億円近い年俸はピンチランナーには高すぎるだろうっていうクレームが一時マリナーズに殺到したんだ。日本人ではすでに野茂投手の大活躍があったから大ごとにはならなかったけど、打者として初めての大リーグ入りだから批判の的になっちまった。それがあの活躍だぜ。安打数や出塁率で数々の大リーグ記録を塗り替え、走塁や守備でも観客の大歓声を呼ぶ。ピッチャー以外のすべてのパフォーマンスで記録的な活躍をしたのはもう誰でも知ってるよね。
当時のアメリカじゃホームランは打てるけど守備はできない、走れないような選手をことさらに重宝していたんだ。ホームランで勝とうとする、言ってみれば体感巨峰主義だね。ホームランは確かに派手だけれど、見る方にとってみれば一瞬で点が入るので、ファン同士でああだこうだと語り合っている暇がない。ひいきのチームが最終的に勝てば楽しいけれど、野球観戦ってそれだけじゃないよね。塁にランナーが溜まったけど、次の打者は左打者、左ピッチャーだから右打者に変えた方がいいぜ。いやいや、彼はさっき二塁打を打って今日よくしているし、ピッチャーは球数がもう100球近いぜ。これは彼に勝負させるべきだよ。とかね、ホームランばかりで試合が進んでは派手なだけでなんとなく見応えがないというのはわかるだろ。メジャーリーグはとにかく勝つことに先進するあまり、大砲ばかりを揃えるチームが増えて、試合が大味になっちゃった。面白みがなくなっていたんだよ。そうしたこともあって、メジャーリーグの人気はずっと低落傾向にあったんだ。そこに現れたイチロー選手。打って投げて走れるイチローは、そうしたアメリカの野球に革命を起こしたんだ。イチローはアメリカの野球そのものに立ち向かっていった勇者だと思うんだ。文字通り走攻守を最高レベルで兼ね備えたイチロー選手は、全くそれまでのメジャーリーグにはいなかった選手だ。例えばこうだ。いつもとんでもない速度で、しかも全速力で一塁に向かうイチロー。ショートがやっと取った打球、ファーストに投げようとしたらすでに塁に走り込むところ、呆れ顔で送球を諦めるショート。その顔がテレビに大映しになる。それを視聴者は大笑いして楽しむ。守備でも観客を大いに沸かすイチロー。今度は相手を刺す番だ。ライト前ヒットで悠々と三塁に間に合うはずの二塁走者。イチローのレーザービームが三塁ベースにストライク。走者ばかりか、球を受け取った味方の三塁手、そして塁審まで唖然として立ちすくむ光景が映し出される。観客も実況アナウンサーも大興奮。でもその渦の中で当のイチローときたら、涼しい顔でさっさと下の守備位置に戻って次の戦闘態勢に入ってる。なんてかっこいいんだろう。盗塁で二塁に向かったイチロー。その足でも今度は間に合わないかと思われても、イチローは諦めない。グローブを突き出されるもひょいと避けると信じられない舞で宙を飛び、ベースにタッチしてセーフ。最後の最後まで諦めない姿、まるで空想のコミックでも見ているような、もはや野球ではない得体の知れないものを見せつけられた気分で球場は大喝采。そう、アメリカでも有名な日本の忍者そのものを目撃できたと言って、敵味方関係なく最高のパフォーマンス空間を楽しんでるんだ。それまでバカにしていたイチローに対し、アメリカ人は目を開かされた思いでイチローの一挙手一投足に注目しだした。イチローをマークせよ。リーグの全球団がイチロー対策に乗り出したんだ。イチローを打たせるな、塁に出すな、イチローがいるライトに打つな、ライトに飛んだら走者は走るな。そういう対策をされてもイチローはひょうひょうと新記録を次々と打ち立てていったんだ。それまでのアメリカ野球には一人もいなかったスタイルの野球選手、それがイチローだったんだ。僕はイチローのことを調べていく中で、日本の野球界のことにも興味が移ったんだ。日本のプロ野球じゃ必ず皆高校野球の経験があることも知ったよ。アメリカでは高校まではアメリカンフットボールをしていて、卒業してから野球に転向したっていう選手もいるんだけどね。高校野球はアメリカにもあるけど、僕がびっくりしたのは日本では全国大会があること。それも年2回も開催されてるってことなんだ。
アメリカでも年ごとにトーナメント形式の大会があるんだ。でも州レベルで優勝を決めるだけ。盛んな地域では隣り合ういくつかの州と決戦試合をやることはあるけどね。日本では甲子園というものがあって、全ての野球少年が憧れる聖地のようなものなんだろう。アメリカではそこまで大々的なものではないんだ。日本の高校野球って日本で盛り上がっているほどには世界ではほとんど知られてないんだよ。僕もその一人だったんだ。僕は小学校1年生から野球部だったから、日本の高校野球のことは聞かされていたよ。でも全国大会があって甲子園があって、日本のプロ野球の選手を生み出す土壌になっているということぐらいだな、知っていたのは。イチローももちろん高校野球をやっていたことを知っていたけど、甲子園経験がないってことに驚いたね。イチローほどの類まれな才能でも全国大会には出られなかったんだね。日本の野球レベルってなんて高いのかと思ったよ。もっとも一人では甲子園に行けないのがチーム競技である野球だけどね。チーム力があって勝ち進めるわけだから、野球に本当に強いっていうのは選手個々人ではなくチーム力だよね。そこが野球というスポーツの魅力だと思うよ。そう考えると、打てる選手、投げる選手、走れる選手をそれぞれ別に揃えるメジャーリーグのやり方は合っているようで、大間違いかもしれないって思うんだ。だって打てる選手も守備をしなきゃいけないし、その時は送球能力もいるし、足の速さは守備にも必要だし、ヒットを打って塁に出れば早速足が試されるわけだしね。日本の高校野球では走れない、守れない、ホームランバッターはいないし、ピッチャーで4番っていうのが普通にいるっていうのに本当にびっくりだよ。野球というチーム競技では打つ、投げる、走ることは誰にでも要求される。全員がこれができるということが即チーム力が高いことを意味するし、本当の強さということでもあるんだよね。WBC で活躍する日本野球の強さの秘密が分かった思いだよ。イチロー選手は全てを兼ね備えているよね。彼は甲子園に行けなかったけど、そうした日本の高校野球の伝統がイチローを作り出し、メジャーリーグをも変えたというのが僕の大発見なんだ。次はこれをテーマにした YouTube チャンネルを作るつもりさ。これは野球ということを超えて日本文化、社会の優秀さがわかるチャンネルになるはずだから、楽しみにしてくれていいぜ。アメリカは個性を尊重するから、人にできないことをできれば褒められる社会です。日本では他人にできて自分にできないことがないようにすることが大事にされます。一見そういう日本のやり方は良くないんじゃないかと思えますが、イチローや日本野球の強さを見ると一概にそうは言えないとも思えます。どちらが正しいということはないはず。アメリカ人は日本に学び、日本人はアメリカに学ぶ。違う者同士が互いに関心を持つ。それは自分にないものを発見し、すでに持っているものの大切さを改めて発見できる、貴重な体験ができる機会なのです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。